多分日本一じゃないとこんな店ないけんね。僕はもう18歳から近井さんにお世話になっておく。これをちょっと買おうかなと思って。クエ最高級魚や。力はもうめちゃくちゃ強い。一歩間違ったら大怪我します。近江さんの味のベースが出来上がる場所って。そうですそういうことです。今日ランチが200人前。いらっしゃいませ。すいません。でもみんなここで写真撮ってきてるね。季節ごとにメニューが変わるので、季節の料理を食べる。旬のうわーね、これがいいね。この日本酒をね、歴史の一つだなと思う。大丈夫です。はい、わかりました。ごちそうさまでした。またね。いつもこの時間から。そうですね、はい。大体もう毎日朝は行ってますね。何があろうが行ってます。僕はもう18歳から近井さんにお世話になっておく。高卒で入って、はい。で今年でちょうど60なんですよ。社長のおじいちゃんお父さんからずっとです。福岡魚市場になります。この時間ぐらいがだいたいピークの時間ですかね。飲食店さんとかスーパーさんとかみんな店に買い物に来るっていうか、仕入れに来るっていうか、はい。これをちょっと買おうかなと思って。長崎のやつ。全体的にこうほら、いい感じなんよこれ。一旦これ持って帰っていけすに。食え。最高級魚や。全部食える。プリプリしてる。プリプリ。で。大丈夫。粉末やけんもう競争なんよ。いいものはもうどこも欲しいけんね。なんか皆さん仲良くて活気があっていいですね。昔からの人たちばっかりだけどね。もうでもね、ここで働きよる人はね、昔からあんま変わってないと。市場で働きよる人って長いよ、勤務歴が。仲買だけで何軒ぐらいあるか30軒ぐらい。関連会社でまた50件あんのかな。みんなもうほら、もう顔見知りなきゃね。そうですよね、もう初めて入られた18歳の頃からもう市場には来られてるんですか？生きよったね、やっぱり若い時から。
ここで一緒に。ウツボ8キロなんですよ。これめったにはすごいいけすですね。多分日本一じゃないと11なんと11トンの海藻が入るのかな。こんな店ないけんねん。はい。で僕が入ってきた時はもう、この形だったんです圧巻ですよね。でこの先代の会長がこのカウンターです。これをやっぱしたかったみたいです。これタイです。タイ。これがランチのお刺身になります。今日ランチが200人前。ここは味方で、例えば味付け、煮物の味付けとか、そういうだしを取るとか、味噌汁を作ったりとか、そういう味方の場所ですね。これが最初ですね。だから近江さんの味のベースが出来上がる場所って。そういうことですね。あんまり濁るんで、この時点でします。いいですか。立派な昆布ですね。はい。これラオスですね。ラオス。これは何リットルぐらいになる？ 60。味噌汁とかに換算したら200人前から250人前。全ての味の元になると思うんですけど、そうです何かこだわりとかってあったりするんですか？濁らないことですね。カツオの風味を逃がさないこと。ということはこの温度ですね。はい。とさせたらいけないですね。これが一番です。全然違いますね、匂いが。これは本マグロですか？そうですね。揚げ物とか寿司用とか焼き物用とか何でもいいです。
玉大っていうんですか。鱗がとても硬いです。包丁すごいですね。ピカピカっす。打ち解いてますからね。仕事終わりに、30分ぐらい包丁が切れないとやっぱ仕事にならないから。手羽包丁というたたき包丁と言いますか。少し重たい作りになってるので、こういうのを叩いたりすると使ったりする。刺身は何種もおるんですか？ 3種です。マグロとカンパチとタイ。すごい量ですね。200、大体1日200食。もう取ってるんですよ。あら、東京ら辺にはくれてる。しまった人さあれは白くなるよ。えら、そんなになってるんですか？こんななってる。アラの締めるのはたまにやられてるんですか？はい、たまにやりますけど危ないですね。力をもうめちゃくちゃ強い。一歩間違ったら大怪我します。気をつけてることとかあります？締めるときに。なるべく一発で決めること。これはでもなかなか見れないっす。上げようとか。さばき打ったらパララって動きますね。怖いですね。怖いです。怪我します。鱗と皮の隙間はい。に入れています。美味しいですよ。皮ですね。唐揚げ。捨てるとこない。全部食え。アラって魚の種類的にはこういう魚に近いとかあるんですか？裸です。アコウとかと近いですね。そこにおるじゃないですか。顔なんかそっくりです。部長も欲してたんで、
はい。一旦今日はこれで終了ですか？そうですね。じゃあこれで直します。裏の冷蔵庫に出しお疲れ様でした。お疲れ様でした。まかないも同時に作らないといけないから大変ですね。まあまあ、慣れです、慣れです、慣れ。このもんちゅうか、やっぱり、こういったものをうまく使わないといけない。要は、スパゲッティの上にこうかけるやまかないスパゲッティなんですか？つ。まあ、和洋なんでも。これ昔からですか？まかないをみんなで食べる。そうですね、かかる。数字美味しいですか？今日のまかないは何ですか？パスタ。パスタとかカレーってメニューであるんですか？そのお客さんに出す。メニューはないですね。じゃあもうまかないのためだけに作ってるってことですか？ほとんどその余った肉とか余ったのでパスタを自分で買ってきてみたいな。なんで座らないんですか？なんかこう昔からこう立って食べる。多分でもね、どこもそうと思うよ。調理場っていうのは俺は昔からそうやけど、店は立ってるんだという感覚やね。だけど慣れん子たちはやっぱりね、いやみんなが慣れと思うんですよ。桃やないかな。桃これ昔からあるんですか？昔からある。この時期しか盛んのよ。でもみんなここで写真撮ってきてるね。雪が好きで、やっぱここの街の中にほら、椿が咲いて、桃が咲いて、ほら、四季もみんなバッチリしてて。こいつが一番人気ですみたいな。これがもうちょっとあれが終わったらこれです。しだれる。咲くような順番にずっと咲いてる。でも僕が来る前はうどん屋とかもしてるんですよ。あ、そうなんですうどんか？屋さんから始まってるんですよ。うどん屋さんからそれから鶏料理、水炊きの専門店をして、そしてここのでケース料理を。64年前ですよ。で今年が65周年かな。うちの会長は料亭でもやっぱり一般の人でも来れるランチですね。ランチがねちゃんと提供できるっていうような、今現在でも週末だけですけどちゃんとこうやってランチを提供して、なんか料亭ってなかなかいけないじゃないですか。敷居が高いじゃないですか。そういうのもですよね、取っ払ってやっぱり皆さんに見えてくださいっていうようなスタイルがうちのやっぱり昔ながらのそこは変わってませんね。僕の目標はもうここのやっぱり料理長になろうっていうので初めからそうです。だから引退とかないよね。どこまで、だけ会社がいやもうあんたも必要ないよって言われてもしょうがないけど、でもそこまではやっぱりね、できるだけやっぱり頑張って若い人にもちゃんと教えていきながらね。そうなんですか？なんで地下へに入られたんですか？もともと飲食の経営をしたいっていう夢がありまして、まず経営の勉強からしようと思って、で銀行に10年間勤めようと思って銀行に入ったんですけど、もうスパッと10年で辞めました。止められましたけどあれ本当やったんかって言われました初めてお店に来られた時どう思いました？魚は使いたいと思ってたんですよ。なのでやっぱここはもう日本一って言っていいほど大きいケースだと思いますし、その中でこういう活魚を扱えるすごい魅力的な話でしたね。
天ぷら揚げる時のこだわりとかってありますか？こだわりですか。自分の場合、あまり衣がつかないように薄衣でランチを食べてもらうので、他のもいろんなものを一緒に食べてもらうみたいな。薄衣だったら油も天候も軽くていいかなと思います。油もので重いからです。できれば他のも美味しくいただいてほしいな感じです。2名様です。先2名様入られます。はい、2名様どうぞ。カウンターはどこが人気とかあるんですか？やっぱり正面のお兄さんがこう叩いて魚をこうしてるとこ見たがる方は向こう側に来たがりますね。ランチでもイカのオーダー多いですね。結構多い時で、30から40匹通りますね。カニの味噌汁で、またこれが一つのこのランチの中の一つのまた人気の一つの味噌。およく来られるんですか？いや、大阪から何でご存知になったんですか？おしゃれやったの、店内が。天ぷらいかがですか？エビめっちゃ美味しい。やっぱ違います。私は一番エビの天ぷらがすごい美味しくて。私、お刺身。私はなんか韓国人が旅行をしてて、その中でこの
建物の中が貸し出しでそこがちょっとおしゃれやったんで調べたらここやったんです。全然違う、いつも食べる。でも見た目がその何ですか、透明感、すごいし、歯ごたえもすごい美味しい。中にはい、行きます。はい、チーズ。はい。ありがとうございます。はい。自分の包丁使った包丁は毎日研いでます。柳包丁、刺身用の。どういう特徴があるんですか、他の包丁と比べて。刺身いいですよね。本当魚を殺す用の包丁なんで、短かったら切れないんで。なんで床畳なんですか。なんでなんですかね。僕も一応多分合わせてるんだと思うんですけど。中ぐらいの広さの宴会場になります。お作りです。お作り。600です。いらっしゃいませ。ハマグリで。美味しい。水全然ね。ちっちゃい方の器に生姜入れてください。
カリコリして甘みがあって美味しいです。それで初めて知ったんよ。すごい。お酒が進みますね。進んじゃいますね。天然ダイの洗ってきますね。はい。すごい。甘くて美味しい。CD に3枚売ったらさ、メイン。食べた方がいいです。なんかサクサクのね揚げ物の感じともう生のねイカのね感じが残ってて美味しい。司会さんにはよく来られるんですか？季節ごとにメニューが変わるので季節の料理を食べる。旬の早い春と冬の季節と混じってますよね。こんなに大きいイケスを初めて見たんですけど。いや、私も初めて、ここで初めてです。これはないですね。福岡には他にはもうないですか？ないと思います。もうないです。ないです。これでコース料理すべて終了ですけど、いかがでしたか？満足です。やっぱたけのことか、まあ、この時期味わえないものも早く味わえて、しかもお魚のね脂が乗ったいいものをいただいても本当満足です。ありがとうございます。何ですかこれ？待って、こっから行く？はい、こっから行く？はい、うわー、すごい。これどなたの？すごい。あら、すごいすごい。昔は3階でこういう披露宴とかやってたんです。そうなんですか？結婚式がやってたんです。ね、これがいいね。この日本酒をね。しかし私たちも懐かしいです。大体100名ぐらいとかも入れるし、詰めれば200名ぐらいも入れるからですね。料亭で結婚式ができるってすごいですね。あ、昔なかったんだよ。まあでも料理店でする方が披露宴のお客さんにも美味しいものが食べられるということだから無理だよ。大笑いよね。大笑い。
もう一回見ていいですか？やり方立派ですよね。素敵。こういう雰囲気が懐かしくないですか？昔。見せてくださいよ。お若い頃の。こんなにびっくりされると思わなかった。ほら今うちもやらなくなったじゃないですか。だから歴史の一つだなと思う。大丈夫です。はい、わかりました。ごちそうさまでした。どうもありがとうございます。ありがとう、またね。お客様と接するときに心がけてることとかってありますか？まあ一番は言葉遣いですよね。あとはもうお客様とこうなんていうのかな、あまり気を使わせないっていうか楽な感じで接するっていう。全メニューですね。でこれが季節のおすすめのメニュー。いたしますね。こちらでございます。お願いします。ご予約のお客様です。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どうぞこちらになります。どうぞ。お待たせいたしました。刺身の盛り合わせになりますね。前にカンパチ、アワビ、マグロ、タイ、島味になります。はい。のりちゃんのご飯になります。どうもありがとうございました。いや。じゃあじゃない。じゃあこれは営業後に必ずやられるんですか？そうです。お客さんが帰られたらもう必ずそうですね。これがないと帰れないです。一枚板なんですか？一枚じゃここからすぐ足が全部で、これが一層の木だから柔らかいです。ここからだからここまで。どうですか？名前の由来って誓いですか？はい。誓いの名前の由来は字の通り、まず誓いの地は領地なので、私どもはまだ未熟ですというところに皆様の力を加えていただく。で、そして最終的には栄えていく。幼稚な私どもがお力を加えていただいて栄えていきたいという思いを込めて誓えという名前でございます。